自動思考が賑やかに働いているとき、私という意識はどんどん大きくなっていきます。でも、その自動思考が静まり消えていくと、私は小さく透明になっていきます。そしてこう感じるのです。私がやらなきゃから、それが起こるだろうへと。このイラストを見てください。意識の焦点とは、この矢印のついた小さなおかんの部分です。私と意識できる自分の普段の意識のことです。自分という意識以外にもたくさんの意識、無意識の働きがあり、私という一個人はその相互作用で動くことがわかっています。窓の外を見て、そろそろ雨を降らさなきゃと力む人はいないと思います。雨は地球環境の相互作用で雨雲ができて、風で流れてきて地形にぶつかり、降ってくることを知っているからです。そのことを私がするべきこととは考えません。それと同じ感じで、私にやる気が出たり、新しい発想を思い浮かべたり、掃除をしたり、お出かけをしたりすることは、いくつもの意識の相互作用なのだとわかるのです。雨が降るように、それが起こるのです。その内側の環境、つまり意識の動きに気づき、見守る存在としている私のことを意識の焦点さんと呼んでいます。私が自動思考と一体化しているときは、やらなきゃと考えています。考えれば考えるほど動けません。自動思考と離れると、静かにワクワクしながら見守っていられるようになります。自分が最高のタイミングでスッと立ち上がり、それをするのが分かっているのです。では、意識の構造についてもう少し深く潜っていきましょう。一体化の海、ワンネスの意識の海があるとして、その海の中にどんなに多くの生物がいたとしても、一体化の意識だから他のものがいない。そこで最高に複雑な脳を作り、その細胞存在自身は一体化の意識であるけれども、脳を経た意識の先端に泡のように非一体化の部分を作り出せた。非一体化の意識は初めて他者を見た。泡の中の自己と他者、泡の中の自己と世界。自己の後ろは一体化の生命さん直通。人の体の細胞を統括するのは生命さんから入り込んだ本体さん。思考が消えると泡の中の私が薄くなって、そうすると本体さんが染み込んでくる感じです。皆さん、意識を体の内側に向けてみてください。頭か胸の部分の自分感覚はそのままそこに維持しつつ、そこを起点に後ろへ意識を伸ばしていく。離れるのではなく伸ばしていくと、どこかの時点で質感が変わる地点があります。別の存在、または拡大された大きな意識、またはそれにつれて自分全体の意識が変わる瞬間。これが
生命さんと自意識の境目です。つながっているんですが、異質なのです。これが後ろです。矢印のついたおかんの絵の後ろに伸びている、チョキンと切られているあたりです。意識レベルとして書いた数値はただのイメージです。生命さんとは途方もなく大きいとだけ理解してください。その生命さんから波長を下げて下げて、肉体細胞と共鳴するレベルになって、私たちの肉体を維持する H になったのが本体さんです。ある意味、個体としての意識に近いんですが、生命さんとは切り離されていないので、個ではありません。毎春、体の何十兆もの細胞をすべて完璧に活かしてくれているスーパーコンピューターのような H です。この意識に従って、すべての細胞は安心感に満ちて生きています。この意識が私たちの本体さんです。この方が歩き、食べ、飲み、生きています。私たちはこの方を無意識と呼んでいます。ちょっと失礼な話ですね。この身体の脳が猛烈に進化して一体化の意識に抗う部分を作り出しました。ワンネスを否定し、本能を否定し、私が存在すると勘違いできるほどに凄まじい進化を遂げた脳です。この世界で唯一大きな意識から隔絶された真空地帯、強い力を持った泡、その内側にいるのが私たちの意識の焦点さんです。この泡は生命さんダイレクトのエネルギーでできています。意識の泡が大きな意識を否定しています。そうすることで、私は世界ではない私だという孤立した意識を作り出せたのです。そうして生命は初めて自分という世界を見ました。美しく多様でパワフルな世界。私たち個の意識は本来その目のレンズです。生命の神様の目のレンズ。あなたの意識を通じて後ろから見ている方の視線を感じませんか？泡の中で個となった意識は本体さんから切り抜いた自己イメージをぶる下げています。これを本体さんの維持する肉体にかぶせて、始終このイメージに悩んだり傷ついたりしています。泡が薄くなり、意識が小さくなると、このイメージも薄くなり、手放すことができます。というか、自然に落ちます。ドラマが終わるのです。そして本体さんの生き生きとした明るい意識が泡の中に入り込んできて、すっかり手放した楽ちんな人生が始まるというわけです。なんだ、私でよかったんだ。きっとあなたも心からそう思うことでしょう。